始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ファウンデーションズがもうすぐ来ます。はい。もう来ちゃいます。そうですね。もう来ちゃいます、ね。早いですね。はい。ファウンデーションズの気になった、統率者を今回、ライオンさんと7体選んできました。選ばせていただきました。選ばせていただきました。で、7体紹介していくんですが、まず今回はどうやら単色がテーマというかなんというかまあ、ジャンプスタートがね、かなり単色の統率者というか伝説のクリーチャーが多く使用されているので、まあそこが多いかなと。だからまあ要は基本セットなわけですよね。はい。だからその単色から始めたらやりやすいんじゃないかっていうのも踏まえて、各色単色を1体ずつまず選んできました。はい。のでまず単色ご紹介させていただきます。はい。まず白からいきます。白は、アジャニの群れ仲間カラになります。はい。アジャニの群れ仲間ですね。アジャニの伝説の群れ仲間いるんですね。名前がついてる群れ仲間いたんだっていう感じなんですけど。すごい、確かに。で、能力はまずアジャニの群れ仲間だと。で、4マナ33で攻撃するたびターン終了時まであなたがコントロールしていて、これでない全ての攻撃クリーチャー、こいつが殴ったらこいつ以外がこいつのカウンターの数分修正、合ってますか？パワーのみですね。パワーのみですね。はい、パワーのみの修正です。修正になるということで、はい、カウンターの数分ですよね、これしかも。はい。X はカウンターの数分でライフを得るたび群れ仲間のカウンター乗っかるっていう能力が油圧すると。はい。で、一応4マーで1点ライフを得ると、これなんか意外と使いそうっていうまあもしかしたら暇な時に起動する場面もあるかもしれないし、一応バットリーとして一応使いますよね。そうですね。殴って誘発で1上げることもできると。まあ、バットリーブロックしてしちゃったらもうダメか。でもライフが得るたびプラス1が乗るっていう自分自身の能力はそのまま誘発するから、はい、自分自身がブロックされた時は一応確かにでプラス1上げることはできますね。でまあこいつが面白そうだと。白タンって言ったら、まずライフゲインだと。そうですね。なんで、ライフゲインしつつ横並びしていくみたいな。はい。白らしい戦い方はできそうですよね。結構楽しそうだなと思って、はい、例えばライラとか。はい。まあでかいライフゲインにしちゃでかいカードが出てきましたけど。ライラ白山はめっちゃ強いですから。先制攻撃とこのカード相性いいんで。確かに。先制ハンコンだと先にアタックしたハンコンが乗るからプラス1カウンター後から乗るんですよね。なるほど。ダメージ与える時にはプラス1カウンター乗った状態でからは攻撃できるんで。それは確かに相性いいかもしれないですね。あとギセラとかいるんですよ。白のギセラ。あれ先制ですよね。そうか、先制ですね。4マナ43飛行先生なんですよ、あいつ。で、ハンコンなんですよ。一応合体するやつですよね。そう、合体したところ見たことないけど。あれ結構強いですよ。そう、強いんだよね、あれ確かに。あれとかね、入ったりしますよね。で、横並びするカードも入るかもしれないですよね。はい。そんな感じになります。はい。白は。次、何色ですか？青いきますか？青いきますか。はい。青はどうやらこのライオンさんがちょっと気に入ったカード、はい、やるかもしれない。そうですね。ちょっとまだ構想ができてないんですけど抜け目ない潜り手ニアディブになります。はい、3マナ22でこいつがタップ状態になるたびプレイヤー1人を対象としてこいつのパワー分ミルする。はい、なるほど。で、あなたがあなたの墓地から呪文1つ唱えるか能力を起動するたび1枚引いて11カウンターを置く。これ1ターンに1回じゃない。1ターン1回ついてないです。ついてない。ちょっと面白そうですね。はい。例えばこれどんな風にやるんですか？いや、これはもう本当にいろいろ考えてはみたんですけど、はい、フェミンのオーラと極楽のマントルで無限に切削できるっていうのがあるんですよ。そうなんですね。なるほどなるほど。ただ、これ面白くねえなと思っててで目をつけてるのが、金属製の巨像ってカードご存知？いや、知らないです。知らないです。11マナのアーティファクトなんですけど。なるほど。墓地からフィールドのアーティファクトを2個作ると手札に戻せるっていう、11万ですよね。カードがあるんですよ。パイオニアで使えますよね。そう。あれか。これ起動するたびに誘発するんで、手札に金属製の巨像を戻すとワンドローしてプラス1カウンター乗るんですよ。なるほど。これを組み合わせてなんか面白いことできねえかなっていうのを今いろいろと構想してる。なるほど。
まあデッキができるか、はい、もしくは破綻するかわかんないんですけど、ミルするのはちなみに自分ですか？自分？いや、まずは自分を考えてて、ね、はい、まあ先ほどみたいな無限にミルできるよって状況できちゃえば、まあ相手もいくんですけど、今その考えてる金属製の巨像を使う方だと、はい、まあどちらかというと自分をミルしていく感じになるんじゃないかなとは思ってます。面白そうですね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。次の色は緑ですね。うん、緑はフィーリーズ団のブラウリオス。言いにくいね、言いにくいカード多いですよね。はい。こいつはね、めちゃくちゃ楽しそうです。はい。楽しそうなのはわかります。わかりますよね。はい。5マナの緑のクリーチャーでして、土地土地です。パワータフネスが。うん、で、アタックするたび成長らせにするという。はい、以上っていう、うん、これめっちゃ強くないですか？まあ緑らしい効果を持ってるので、はい、緑らしいことをしたい方にはぴったりっていう感じの気がしますね。まあ普通に5マナまでまず行くじゃないですか。はい、行くマナ液の乱反を入れて、うん、あとは殴ってどんどん引いてどっち出してみたいなことすればいいってことですよね。うん、するだけで、だってあと緑の好きな味も使えるじゃないですか、何でも。うん、そう本当に土地の数を伸ばすカードと、はい、でかいカードと土地だけあればデッキができるから何を入れてもできるなデッキが成り立つんで、はい、かなり楽しそうだということで、まあもう本当に人それぞれのなんか好きなパッティ入れれば、はい、確かにいいのかなって気がするんで、あれ入れてもいいって言ってましたよね。エルドラージ、はい、7マナの77のね新しいエルドラージとか、何でも入れられますもんね。本当に何でも入れられると思います。それがちょっと楽しいということでございますかね。はい。で次行きましょうか。はい、次は黒。うちのチャンネルでは黒難しいなっていう風に結構大変だなって言ってるんですが、はい、でもまあまあ結構いいですよこいつ。絞り取る徴税人レブを紹介したいんですけども、はい、4マナ33です。であなたが攻撃するためなんでこいつじゃなくてもいいです。はい、でクリーチャー1体対象としてターン終了時までそれは接触を得る、うん、で接触を得て殴りに行けると1体。そうですね。であなたがコントロールしている1体以上のクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび宝物トークンを1つ生成して、その後そのプレイヤーのライブラリーの上にあるカードを1枚見て裏向きで追放する。でそのカードが追放され続けている限りあなたはそれを唱えてもいい。はい、これは任意のマナじゃないんですかね。宝物トークンから使えと。そうですね。そうですよね。書いてある感じはそうですよね。はい、でも宝物が出てパクれる。はい、これは相手のデッキに依存するトート者ということになるんですよ。まあそうですね。これそうですよね。はい、だから相手が強ければこいつは強いですし、はい、まあ、カジュアル向きですよね。かなりカジュアル向きじゃないですか。はい、相手にお任せするという。そうデッキレベルがね合わないっていうことがね、そうそう車線よくあるんですけど、相手のデッキが強ければ強くなるカードなんで、そうですよね。はい、だからかなりいいんじゃないですかこれ。はい、しかもこれ、はい、プレイヤー1人に戦闘ダメージを与える旅なんで3人殴りに行けばきっと3個追放できる。そうですね。おそらくそうだと思います。宝物出るっていうと思います。だから、まあ、多分接し入れるんでしょうね。この感じは接してないのも入れるか。まあなんかアンブロシャドウとか、シャドウとか確かにシャドウがいいかもしれない。黒なら代わり身ののけものとか威嚇とかね入れれば入れ放題で、あと全部パクれるっていう、であとあと土地全部入れとけんじゃないですか。それで成り立ちますよ。まあなんかある程度成り立ちそうですよね。はい、だから結構黒単ではおすすめの統率者になるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、かなり黒単の中でも最上位に位置するぐらいおすすめの統率者になるかなと思ってます。カジュアルではまあそんな感じですかね。はい、で次の色はですね、僕の得意な赤単なんですけど、いやこれ見た時好きそうだなって思ってくれました。赤き死神ゴルノグ、名前もいいですね。赤き死神ですよ。赤黒じゃないんか。でこういった3マナの23ミノタウルス、はい、戦士が大事ですね。速攻です。で臆病者では戦士をブロックできないです。はい、臆病者っていうのはそういう種族なんですよね。クリーチャータイプになります。でそれが戦士をブロックできなくなるっていう能力で、あなたがコントロールしている1体以上の戦士がプレイヤー1人を攻撃するたび
これはダメージを与える旅ではありません。はい、攻撃するたびそのプレイヤーがコントロールしているクリーチャー1体を臆病者にします。はい、要はブロックできなくするみたいな感じですよね。そうです。要はそういうことです。はい、であなたをコントロールしていて攻撃している全ての戦士は X0 の修正を受ける。 X は相手がコントロールしている臆病者の数に等しい。はい、これ楽しそうじゃないですか。これやりますよね。そうですね。これかなり上の能力と下の能力が噛み合っていて、はい、臆病者にしながら要は相手のブロッカーを排除しながら、はい、パワーパンプできるっていう感じになるんで、そうです。かなりダメージとしては期待できるはいカードになってきますよね。これははい、一言で言うならはい、思想してるんですよ。言うと思いましたよ。言うと思いました。言うと思いました。これはブロックできないんですよ。はい、戦士だけ。はい。思想してるわけじゃないな。なんか僕は感触的にこれは思想のカードだとかこれは実質カーンだとか言い始めるのかなって思ったけどそんなことはないと思います。でもこれ単純に、はい、こっちの攻撃が通るんですよ。そうですね。で相手はブロックできないんですよ。はい、こっちの攻撃は永遠に通り続けて相手は殴ってこれますよ。はい、これますけどブロックできないんですよ。はい、で他の人は殴ってきたら臆病者はブロックできるんですよ。そうですね。そうなんですよ。はい、それがちょっと面白い駆け引きを面白くするんじゃないかなと思ってて、はい、他の人が殴りに行った場合だけ臆病者はブロックできるんで、はい、でも他の人が選手コントロールしたらそうこれ実は臆病者選手ブロックできないってテキスト共通ルールなんでやばいでしかもこれ臆病者になるのがターン終了時までじゃないので、ずっと臆病者になってるんですよね。なるほど、はい、だからこれ出し直したりした時とかにも適用されるんで、なるほど結構それはいいんじゃないかなと思います。ずっと永遠に臆病者になるってことですね。それを臆病者になるっていうのは多分おそらくですがゲーム終了時までってことですよね。そうですね。ゲームの間ってことですね。一旦離れたりすれば、新しいオブジェクトになるんで、そっかそれは違いますけど一応そのずっと効果が適用される場合のこの書き方ってことですよね。はい。結構面白そうじゃないですか。これそうですね。これは多分殴り合いが得意な方にはおすすめできるんじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょうか。はい。次はですね、単色が終わりました。はい。1個ずつ紹介させていただきました。はい。これが今回単色でおすすめの5選になるんですけども、はい。ここから多色でおすすめのカード。まずライオンさんが多色でおすすめのカード、はい、ご紹介していただきたいんですが、はい、運命を笑う者アリーシャをまず1体目いきたいんですが、はい、こいつは3マナ22先制です。これが攻撃するたび11カウンターは1個置く。なるほど。はい、毎ターン1個ずつ乗ると。であなたの終了ステップの開始時にこのターンにあなたが攻撃していた場合、他のやつでもいいと。あなたの墓地にありマナ僧侶がこれのパワー以下であるクリーチャーを戦場に戻す。はい。エンド時にリアにする。はい。こいつどうですか。いやこれは、はい、やることは下に書いてある教習を達成して、はい、墓地から、はい、マナ僧侶以下のパワー以下であるクリーチャーカードを、はい、戦場に戻す。なるほど。この部分を、着目してほしいと。はい、で、はい、赤には、はい、1マナでパワー3上げるカードがめちゃめちゃってことじゃないですけど、ありますよ。結構ありますよ。それなりにあるんですよ。そういうことか。なんで、パンプして適当にパンプして、下の能力満たしてもらって、で5から7マナぐらいのカードを墓地にいっぱい落としておいて釣り上げるっていうのが面白いんじゃないかなって思ってます。それ面白いかもしれないですよ。これだって出しました。1ターン目か2ターン目に出してそんなことはないか23ターン目に出しました。殴りますのタイミングで33になっててパワー3修正だったら6ってことですよね。そう6以下をリアにできるってことですもんね。そうです。しかも先制だから、はい、かなりブロックはされにくいんじゃないかなとは思いますし、そのパワーだけ上げるカードも結構赤にはあるんですけど、パワーだけ上げても先制攻撃なんであんまり気にならない。確かに殴りに行ってブロックしづらいですよね。しづらいと思いますし、ブロックされても、例えば、なんか相打ちになりにくいじゃないですか。確かに、っていうのがいいなって
って思いましたと。で楽しそうですね。そう、6マナぐらいだったらもう黒には結構いいクリーチャーが多分たくさんいるんでちょっと調べきれてないんですけどいいっすよ、赤にもいますよ。そうで赤には、手札入れ替えるカードいっぱいあるじゃないですか。要はルーティング的な赤側のルーティング面白いですね。捨ててから引く。なるほど、タイプのカードとかもあるんで、そういったカードで墓地に落としながらで落としたカードをリアにするっていう戦術が取れるんじゃないかなって思っていて、結構面白そうだなって僕は思ってます。面白そうですねいいですね。カジュアルで楽しくできそうな感じしますよね。そうですね。はい。あとは最後の1体僕が紹介させていただきたいんですが、はい、この色やるのみたいな今回一番僕がやりたいと思っているトート書を紹介します。はい、白母の聖人エレンダになります。なるほど。オルゾフはティームさんの専門だったんですが、はい、一度もやったことありません一度もやったことないんですけど、はい、初めて、これオルゾフ楽しそうじゃないと思ったんですよ。初めて。なるほど能力を説明させていただきます。はい、4マナー44反根インスタントからの呪言。やばくないですか？このテキストが嫌いなんだやばいですか？もう無敵ですよこいつ。嫌だよ正直インスタントからの呪言で書いたある時点でもう無敵なんで、はい、4マナー44無敵であなたのライフ総量があなたの初期ライフ総量よりも多い限りまず11修正で威迫ですと。はい、40点だから41点以上だと威迫で11修正55になるわけですよね。はい、で初期ライフよりも10点以上多いと追加で55の修正を受けるということは10ということになりますね。はい、10の威迫反根のインスタントからの呪言かなり除去体制としては正直強いと思いますよインスタントからの呪言。やばくないですか？はい、これめっちゃちょっと殴りジェネラルとして楽しそうだなっていうでこれだって超魔王戦になりますよ多分。これはそうですね。他の人は何とかして焼きと39以下にしようとしてくると思うんですよ。そうですよね。でも多分操作リタイミングでライフゲインする手段がたくさん入ってると思うんで、確かに自分のターンに40点以上になってうわーって言って殴って10点回復してで他の人からやべえあいつめっちゃライフあるぞって言って殴られてみたいな。いやこれかなり楽しそうじゃないですか。はい、ちょっと初めてなんですけど、ちょっと白黒やるかもしれないという予告になるんですが、はい、白黒ってカラーリングかなりライフゲインには強いカラーになるんで、あ、なるほど。そうですね。黒かどちらかというとドレイン系。確かにドレイン多いですよね。白は単純回復が多いかなって気がするんですけど、白黒ってドレイン結構多いですもんね。多いです。確かにだからちょっと新しい開拓しちゃおうかなっていう感じになりますかね。で以上で7体ご紹介させていただいたんですけども、いかがだったですか？かなり今回伝説のクリーチャーが多いですよね。ジャンプスターズを含めるとかなり収録されているので、ここで紹介したカード以外でもお気に召したカードとかがあれば、ぜひ逃走者戦今回初めて見るみたいなのもいいんじゃないかな。全然ありですよね。はい、なんか普通に単色で2色のカードとかありましたからね。そうですね。紹介しなかったですけど、そういうのもやってみたらいいんじゃないかなっていう感じになりますかね。はい、そんな感じになります。今回の動画は終わりです。はい、高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。